よろしくお願いします。はい、大きくゆっくりと深呼吸していただければと思います。息をふーっと吐くときに、お尻に重心を乗せてみてください。次に息を吐くときに背中の力を抜きましょう。お尻に重心を乗せて背中の力を抜く感じです。ふーっと吐いてください。あと一度お願いします。ふーっと吐きながらお尻に重心を乗せて背中の力を抜きます。はい、次に息を吐くときに、閉じた目で丹田を眺めてみていただければと思います。丹田はおへそから3センチから4センチほど下になります。お尻に重心が乗っていることを確認してくださいね。息をふーっと吐きながら丹田を眺めます。次にできる方はこの目の意識ですね。この目の位置をこの丹田のところに持っていきましょう。イメージです。自分の目が丹田のところにあるというふうに思っていただくと、意識が丹田に降りるっていう形になります。できない方は上から丹田を眺めてみてください。はい、イメージの世界です。それではその丹田に何か光るものがあるとイメージしていただければと思います。金の指輪の端っこがピカッと光る金の光をイメージしていただければと思います。丹田のところにそういったものがあると、光ってるとイメージしていただければと思います。このイメージ力がとっても大事になります。その光を少しずつ広げていきましょう。呼吸を普通の呼吸に戻していただいて、その丹田の光を広げていきます。小さな光が野球ボールの大きさぐらいに広がるのをイメージしてみてください。もっと大きくします。バレーボールぐらいの大きさにしてみてください。キラキラと輝く黄金の光です。それでは半径50センチ、直径1メーターぐらいにしてみましょう。ぐーっと大きく広げていきます。丹田を中心に直径1メーターの黄金の光です。キラキラと輝いています。もっと大きくしましょう。半径1メーター、直径2メーターほどの大きな黄金の光です。自分自身をすっぽりと包む大きさになりますね。そして自分自身のこの体もその黄金の光の中に溶け込むようなイメージをしてみてください。イメージです。そしてその黄金に輝く光そのものは自分自身だというふうに思っていただければと思います。もう肉体ではなく黄金に輝く光る自分だったとイメージしていただければと思います。この姿が大宇宙の根本心から出てきた時の最初の姿になります。ここから様々な星を転生しながら、そこで様々な姿をし、自分自身の心を仏に近づくよう頑張ってきて、今は地球にいるという状態です。そういったことを思いながら、その大宇宙の根本心に感謝の思いを捧げたいと思います。まず最初は、自分自身にご生をいただいて、そしてその存在を許していただけていることに対して、感謝の思いを捧げてみていただければと思います。次に、その存在を許された私たちに、この大宇宙の空間と永遠の時間をお与えくださり、その中で私たちは伝承輪廻を繰り返しながら、魂の向上をなし、主への道を一歩一歩と歩ませていただきますことに、この主の大いなる慈悲に感謝の思いを捧げていただければと思います。同じく黄金の世界の中でお願いいたします。
宇宙の根本心、主よ、私たち一人一人に個性をお与えいただき、そして存在をお許しくださっています。その私たちに無限の空間と永遠の時間をお与えくださり、私たちはその中で天上輪廻を繰り返しながら魂の向上をなしてまいっています。主の大いなる慈悲に心から感謝申し上げます。はい、ガスを解いてください。はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどね、法皇さん来られまして、やはり勉強会続けなくちゃいけないという話してましたね。ですね。エレナさんのお言葉どうぞ。私のお言葉ですか？お言葉っていうか、先なんか言ってましたよね。どこまでもどうのこうのって。どこまでも上がっていかなくちゃいけなくなるっていうことを言っていたんだと思うんですけれど、はい。勉強会も最初のうちは、セッションをした人のアフターフォローのつもりで最初は始まったと思うんですよ。そうですね。やっぱりそのままほっといちゃね、わかんなくなっちゃうだろうっていう。そうですね。だからセッションを受けた方っていう限定で、勉強会を始めて、そして繰り返し、皆さんが積極的に参加をしてくださるので、だんだん人数が増えてきたんですよね。そうですね。はい。そういうこともあって、だけどそうなってくると、セッションを受けなかった人はほったらかしになっちゃうんで。そうですよね。だからそれも良くないねっていうことで、今度はセッションを受けてなくても、学びたいっていう人には、そのね、そうですね。こう開いていこうかっていう流れになってきた。そうですね。はい。これはやっぱりね、人がそれを求めてくださるから、私たちの方にそうしなくちゃならないような現象になって起きてくるんだと思うんです。起きてくるんですよね。で、前からね、気になっていたんですよね。勉強会入りたいって方もおられて、そういうつもりで一応思ってたんですけど、なかなかねタイミングが合わなかったりとかしてね、なんかそういう道が開かなかったんですね。で、今回ね、やっとそういった方向の道が開いたってことは、やってもいいよと多分天上界から言われてることだろうと思いますので、結構ね、私そういうことを気にするんですよね。もう強引にやることをやったら絶対失敗しますんで、やりたいと思ってたら、その道が開くまで待つんですよね。待つっていうか、もちろん努力しながら、タイミングを見計らってね、やってるんですけども、多分その道が開いたんだと思いますので、勉強会の門戸をね、ごーっとこう広げたいと思っています。そうですね。私ももうなんかその巫女勉強会について以前から言われてはいたんですけれども、自分では抵抗があったんですよ。そういうことをできるだろうかっていうね、そういう自分自身に対する抵抗があったんですけれども、もうある時からその流れに乗りなさいっていうのが来てるんですね。で、自分のエゴで抵抗しちゃいけないと。やはり素直に流れに乗っていくべき時なんだなというふうに思ったので、そうしたところが一気に話が進んだっていう。そうですね。感じだったんですよね。ですね。乗っていくことができる。これはもう本当にわずかにお題をいただきますけれども、稼ぐためのものじゃないんですよね。それでは利益としてはもう全然成り立たない。でもそうじゃなく、続けられる範囲で自分たちのできることを最大限にやろうというつもりでやり始めます。そうですね。はい。ですね。なんとかね、本当に皆さんの役に立てればというのと、やはり時代の流れに少しでもね、多くの方を一緒にね、乗っていくことができればと思ってます。で、私たちに
できることはもうそれしかありませんのでね、他にそんなに大層なことできないので、与えられた分だけをやらせていただければなと思ってます。はい、そうですね。なんかね、本当にね、こう、なんていうかな、大勢の方が、こう、その勉強会されて、世界中に広がっていったらいいなと思いますね。いろんな方がね、講師となってね、あっちこっちに行かれてね。いずれそういう時が来るんじゃないですか？来るでしょうね。来ると思います。なので、その最初のきっかけを私たちは作らせていただいてるという感じかなと思いますね。で、こういったなんていうかな、時代の要請がある時っていうのは、そういった使命を持っている方たちが実際におられると思うんですよね。はい。その方たちがもう多分いっぱい集まってこられると思うんですよ。だからね、楽しみにしてますね。どんな方とね、お会いできるか。そうですね。ですね。初級編ではですね、私は、時々しか出ませんけども、オブザーバーとして時々出させてもらいます。巫女勉強会も時々出させてもらいます。はい。ちゃんとね、見ていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、初級編とかね、来ていただいて、初級編から今度中級編とかね、来ていただきますと、私の数も多くなってきますので、それから巫女勉強会もですね、巫女勉強会の入り口をやっていただいて、だんだんとね、できるようになってくると、実践編ということでね、実際にね、はい、霊界との通信やりながらやっていきたいと思いますので、はい、お願いしたいと思います。はい。はい、それでは、今日は、何も言わなかったけど、いいんですかね？今日はこれで終わっていいんですかね？いいんじゃないですか？なんかね、勉強会のことについて、はい。話ですね。そうですね。はい。そうですね。具体的にはですね、Zoom でやります。はい。Zoom でやりまして、インターネットで、そうですね、巫女勉強会は10人ぐらいが限度かな。そう思ってるんですよ。本当は5人ぐらいが一番いいんですけど、10人が限度。入り口ですからね。はい。入り口のところで10人が限度かなと思います。で、ある程度自分の心っていうのが、なんとなくいつも何を考えているか分かっている方にお願いしたいと思います。分かりかけた方でもいいです。お願いしたいと思います。そして巫女的な要素がある方ですね。もちろん、申し込みいただきまして、その中で、数が限られてますんで、私たちのスタッフの方でしっかりね、話し合って、選考させていただきます。本当に申し訳ないですけども。はい。そして、そうしてね、どうなんですかね。ずっとやるんじゃなくて、なんか回数決めるんですかね。何クールで決めるんですかね。今回、巫女勉強会に関してはですね、最初に10名の方を募集して、待ったら、このメンバーで、月に1回を5ヶ月間、ワンクールとしてやっていこうと思っています。なので、同じメンバーで5ヶ月行きます。なので、それ以降はですね、おそらく、新しい方を募集することができないんじゃないかと思ってるんですよ。じゃあ、何組って作られるんですか？作って名前つけて星組とか花組とかでいいと思うんですけれども。じゃあ、10人の枠をいくつか作られるってことですね。はい、10人の枠を2つぐらい組を作って、初級ですね、最初は。初級を2クラスで5ヶ月、今年のだから12月までかけて、8、9、10、11、12とやろうかなと考えています。はい、よろしくお願いしますね。はい。何かあった時に私も出ますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それから普通の本の勉強会の初級の方は、この探究の勉強会ですね。要するに悟りの入り口っていうところなんですけども、この世的な考え方から、霊的な考え方に入っていくこの入り口のところですね。ここの勉強をしていきたいと思っています。で、心の中に入っていくってことは精神世界に入っていく、要するに霊的な世界に入っていくことになりますので、この世的な見方と霊的な見方では少し違います。これの違いをね、はっきりね、理解していただければと思います。これさえ分かれば、あとは早いんです。ここが一番難しいんですね。で、ここは初級として、で、その心っていうのが分かり始めた方としての方については、中級ということに上がっていただきたいと思っています。で、この初級の方は、もう
うちの方で勉強会だいぶやってますので、その中で、だんだんとね、分かっておられる方たちが増えてきましたので、その方たちに講師をやっていただきたいと思ってます。うん、皆さんも育ってほしいんですけども、講師の方も育ってほしいと思ってます。はい、私としてもね、ちゃんとチェックしながら見ながらやっていきますので、そこのところをお願いしたいと思います。で、今ね、この初めて入ってこられる方も、いずれは自分もね、あなたたちも、その講師としてやっていけるように、自分の心の中っていうかな、それが分かるようになっていただければなと思ってます。で、心の中が分かってくると、だんだんと今度は、インスピレーションとか、それとか、実際に会話できたり、実際に、映像が見えたりされる方もおられます。その方で巫女に行かれる方、または仕事で頑張っていかれる方、いろいろおられると思いますよね。はい、そういったところをね、上級の方でやっていって、少しプロ的なところにね、なっていっていただければなと思いますね。で、そういう方がどんどん増えていって、この地球全体をね、レベルアップすることができればと思ってますので、壮大な計画になるかもしれませんけども、ね、最初は一人二人から始まります。最初はちっちゃなね、一人二人から本当に始まりますんで、皆さんとね、やっていきたいと思ってます。はい。はい、よろしくお願いしておきます。はい。はい、それでは今日はなんか勉強会だけで終わってしまったけど、やっぱりちょっと何か物足りませんので。物足りないですかね。勉強会について天上会の方に、お聞きしたいと思います。はい、それでは合唱お願いします。はい。はい。はい。それでは、これから勉強会、窓口を広げていきたいと思っています。巫女の勉強会も広げていきたいと思っています。どうか、この件について、天上会の方、どなたかお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。はい。おいただきましてありがとうございます。はい。ご指導本当にありがとうございます。お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。そうね。少女などでね、やってるような研修とはまた違ってね、小さな単位で、勉強会という形でね、やっていく。これもね、非常に大事なことです。で、これまではね、仏法真理の何であるかということについてね、様々な学びを皆さんすでに学習はしてこられているだろうと。あるいはそうでない方もいると思いますけれども、ここでやっていく勉強会というのはね、心の探求の勉強会なんだということです。そこをね、非常に強調した場所であるということで、少人数制でね、一人一人により丁寧に寄り添った学びがしていけるんじゃないかという意味でね、非常に重要な場所だと思っています。これがね、結局わからなければね、どれほど頭が賢くて、仏法真理をね、学んで、暗記してるからといってもね、即座に悟りにはつながらないんですね。知ってることとね、悟りが高まっていくこととは別のことなんです。で、そのことをまず知ってほしいということと、そして実際にそれじゃあ自分が今どういう状態にあるのだということをね、一人一人に寄り添いながらね、ここで学んでもらいたいというところなんですね。それを実践していこうと思う気持ちのある人が集まってきてほしいと思うし、本当はね、世の中の人すべてにこれをね、やってもらいたいとは思うんですけれども、まずはここでね、どのようにしたらそれができていくのかということをね、伝えていくと。そして皆さんの抱えている疑問、ね、問題を解決するためにはね、どのように考えていったらいいのか、どのように実践したらいいのかということをここで伝えているわけですね。なので、非常に大切なポイントだと思っています。大勢の人にね、対して法を説くというのはね、これは主の仕事ですから、ね、私がやったことですけれども、あなた方は弟子としてね、それを広めていく。そして広めながらもね、
じゃあどうやってこれを実践していけばよいのか。この説いた法の中をさらにね、具体的に落とし込んでいくというところを今やってくれているんだということで非常に重要なところです。なので、人数的にはね、そんなにたくさんの人に一度に届くことはありませんけれども、こまめにこれをね、重ねていくことによって、だんだんと、それがわかる人が増えてくるというところを期待してね、やっていきたいと思います。ね、巫女の方の勉強会も、これもね、霊的な世界を扱うものだから、非常に重要なものです。世の中にね、その辺にいるスピリチュアルのね、なんかリーディングかなんかしている人たちが蔓延している時代です。この時代にね、本当にその正しく、霊的なメッセージをね、受け取ることができるというのはどういうことなのか。どのようにしたらそれができるようになるのかということをね、やはり教える場所がなくてはならないだろうと思います。それぞれにみんなね、世間の人は自分たちの思い思いに考えついたやり方でもってね、やっています。そしてそれがまことしやかにね、世の中にいろいろな情報が出回っている。この時にね、仏弟子がそれをすることができなくてどうするんですかということです。ね。こちらの方がはるかに人数は今小さいし、実際にそれをやっている人も少ない。だけれども、世の中にね、蔓延するこのスピリチュアルをやっている人たち、彼らに対してもね、本来こうするんだよということをね、伝えていく必要もあるでしょう。示していく必要があるでしょう。本当の正しいその霊的メッセージを受け取るやり方をね、やはり広めていかなければならんだろうという思いからね、これはこれで道を開くこととしました。ね。それまではね、危険なこともあるから非常に、慎重にはやっていたと思いますけれども、もう時代がそれをね、待っていられないぐらい現実が迫ってきているので、こちらもそれをね、しっかりと広げていかなければならんなというふうに思っています。だからそういうことで、両方ともね、頑張ってもらいたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、しっかり、お言葉に沿うように頑張っていきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい、エレナさん。はい。はい。やはりそうでしたね。しっかりと描写されてましたね。そうですね。何か、もう、なんていうか、ゴーサインが出たんですよね。で、ゴーサインが出ないうちはなかなか動けなくてですね、出たんですよ。出ましたね。はい。実践するっていうところをね。ですね。さあ、開かれましたよ、皆さん。ね。ね、本格的に開かれましたよ。もうとにかくね、やるしかないですね。でもなんか嬉しい感じがしますね。そういうね、人たちがドーンとか集まってきてみんなでね、大勢でね、こう、霊的なことを、なんていうかな、実感して、そして正しいやり方っていうのはこういうことなんだってことをね、広めていくね。そうですね、広げていくこと本当に嬉しいですね。そうですね。なんか人類のリーダーが集まってきそうな感じしますね。そうですね。やっぱりね、大切に育てて、やっぱそういう人たちを増やしていくことをしないといけないでしょうね。ですね。はい。だって今世間ではもういくらでもいるんですよ、こういうそうですね。チャンナーっていう人が。はい。そしてそこでセミナー、ものすごいお金出してセミナーを受けて、間違ったものを覚えてるんですよね。覚えておられるんですよね。何十万とかね、何百万とかお金出してね、みんなやってますよね。はい。なんでそんなお金いるんですかっていうぐらいにものすごいお金出して勉強会されてて。高額ですよね、本当にね。なんかいろんな
学ぶための材料とかもいっぱいなんかあるみたいですね。うん。ここはですね、書店に売ってある書籍を自分で買って自分で読んでください。ただね、本当に心の発見の仕方とかね、見方とか、はい。それが実践してこうだったけどどうですかっていうことに対して、これはね、こういうふうにした方がいいよとかいう話をしますんで、はい。ものすごく具体的に、ものすごくね、一歩一歩進んでいけると思います。はい。はい。男性の方はね、少し苦戦される人が多いです。なぜかというと、この世で仕事を一生懸命頑張っていくっていうことは、三次元的に頭を回さなくちゃいけないんですね。そうですね。この三次元的な頭がね、邪魔するんですよ。そして何かあったらすぐ三次元的に答えがパッと出るんですよ、もう。頭がいいからね、皆さん。そうでしょうね。これが邪魔するんですよね。で、それを一旦置いてって、頭で一旦置いてじゃダメなんですね、これね。もう本当にね、考えないようにするってのはものすごく難しくて。そうね。自然と動くんでしょうからね。ですね。はい。心で見るんですよって言っても、それがなかなかわからなくて。わからないんですよね。でもね、それでもね、少しずつやっていくと、だんだんと変わっていかれます。女性の方よりも3倍か4倍くらい時間かかるかもしれませんけども、はい。一旦入られたら強いです。そうですね。はい。仏法真に学んでおられる部分だけ強くなりますので、そこの、なんていうかな、判断能力が早くなりますんで、男性の方はね。はい。進んでいくことができると思います。もちろん女性の方でもね、両方の力を持っている方、女性おられるんですよね。巫女とサニワと。そうですですね。だからそういった方向で多分これから進んでいかれると思いますんで、巫女とサニワと両方できるような方がどんどん増えていくんじゃないかと思っています。楽しみですね。はい。エレナさんの他何かありますか？私ももう本当にね、そんなことが自分にできるんだろうかっていう不安があって、やだできないって思ってたんですけれど、自分が巫女としてやる分にはいいけど、人にそれを教えるとなると、どう教えたらいいかわからないっていうのがあって、あんまり積極的には考えていなかったんですけれど、でももうね、そんなこと言ってられないっていう。そうですね。この時代の要請ね、確かに。巫女勉強会の1枠っていうか3枠ぐらい作って1枠誰かに任せてみたらどうですか？入り口は。いきなりそれはできないんで、いずれそうなると思いますけど。わかりました。はい。じゃあそっちの方でお願いしますね。はい。まずはじゃあ2枠ってことでいきますかね。だって自分がまだやってないのにね。そうですね。に任せたら、その人はその人、私は私になります。口分解しますね。はい。はい。わかりました。はい。じゃあそういう方向でいきましょう。はい。はい。それでは、皆さん、申し込みお待ちしておきます。で、うちの職員、スタッフの人、すいません。もう勝手に進んでいってます。何の用意もできてないかもしれませんけど、よろしくお願いします。本当にそうですね。いつも。多分今頃バタバタしてんじゃないかと思います。申し訳ないですね。はい。お願いいたします。お願いします。はい。はい。それでは今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。